今回はレリックキャラの神バトル演出の裏話を解説していくぜ。いやー、前回の授業のおかげでかなこ様が最強だと分かって最大編成人数の6人分のかなこ様を作りましたよ。このゲーム同キャラ派出撃できませんけどね。レリックキャラというと、ストーリーと曲に力を入れているだけあってバトル演出もめちゃくちゃこだわっているんだ。そんなレリックキャラの演出の裏話を紹介していくぜ。それではまずはじめに紹介するのは、マダラにマーガレットのアリス・マーガトロイドの演出を見ていこう。彼女の世界は L80。そもそもレリックキャラはみんな L80 なんですよね。そう、L ということで、私たちのよく知るルイチの平行線キャラたちと同一人物の未来の姿、と思ってしまうんだけど、また違うようだ。へえ、L1 のキャラクターたちの世界がロストワードにあった世界じゃなかったんだ。80日後、80年後、または800年後あたりの話かと思っていましたよ。確かにアリスのストーリーではチュートリアルのストーリーが使われていて、L1 時代を表しているように見えたよね。そうそう、アリスのストーリーで見たことある演出があったからそう思ってた。そう、みんなもチュートリアルで驚いたであろう。パチュリーのお尻がアリスのストーリーでも見れたんだ。いや確かにチュートリアルでドキッとしたけど、それで L80 の世界の説明を見ると、あまたの分岐と合流を繰り返した、最複雑な世界群、単純な平行世界や可能性の形として扱うことはできない。L80 世界群は、L0 世界群からの可能性差分がかなり大きい。しかしその根本的な原因については、この世界群の内部を探るだけでは判明しそうになさそうだ。とのことで、L1 よりも L0 の世界群が近いようだ。ということは今後、L0 の世界群が登場しそうですね。そして閉じた運命になりやすい L80 の世界群は早くにロストワードに遭い、アリスは全存在を失い、からの内側で完全な無となってしまうんだ。完全に終わった。ただ、アリスというキャラクターは無という状態は初めてではなかったんだ。生まれる前は何もなく、能力だって初めはなかった存在。そんな窮地、いや完全に終わったと思われた時に救いの手が差し伸べられたんだ。その救世主の名は、魔界の創造主、神器。神器とは東方旧作時代の東方怪奇団最終面ボス。自称、魔界という世界に存在するもの全てを生み出した創造主、魔界の神。魔力の根源ということで、とんでもなくどえらいお方ですよ。ただ、科学の力で魔法を作り出した天才も存在しますが、原作での活躍は、魔界で暴れた主人公たちに対して罰の意味で攻撃を仕掛けるというもので、魔界の主とはいえ特に悪いことはしていないんだ。そして実はアリスというキャラクターは魔族だったんだ。そのことから魔界の創造主であるこの神器に作られたとされているんだよ。ただし実際に公式側がそう答えたのではなく、神器は夢子を作り出したことから、同じ魔族のアリスも神器様から作られたのではという二次創作での設定なので注意してください。ここめちゃくちゃ間違いやすいところだよな。原作に忠実なロスワさんもこの設定を取り入れているからややこしいところですよ。そんな偉大なる母に再生させてもらって新たな旅へと出たというのがレリックアリスなんだ。そんなアリスのバトル演出なんだけど、スペルカードを見てわかる通り、二次創作で仲がいいとされる魔法使いのマリサとパチュリーのお人形で攻撃するというものになっているんだぜ。スペルカード1の名前は黒フ思い出のマリサ人形。おっと、スペルカードコメントによると、マリサ人形に込めた記憶を放つ弾幕。まだ不完全な、復元されたマリサとの思い出。アリスがこの思い出を取り戻すには、途方もなく多くの固有時間が消費された。火力バカで無駄な努力ばかりするその少女のことをアリスは、忘れたままではいられなかった。といったようにコメントでもツンデレかのようなものとなっているぜ。二次創作アリスといえばツンデレですからね。そしてスペルカードには紫符、知識のパチュリー人形。パチュリーに似たお人形が弾幕を放つものとなっているな。スペルカードコメントによると、パチュリー人形に込めた記憶を放つ弾幕。まだ不完全な、復元されたパチュリーとの思い出。アリスがこの思い出を取り戻すには、気の遠くなるほどに多くの固有時間が消費された。デブ症で机上の空論ばかりなお茶飲み友達のことをアリスは、なかったことになどできなかった。といったように、こちらでもツンデレコメントとなっているな。ただ、マリサもパチュリーの記憶も取り戻すために相当な時間をかけて取り戻したようだ。魔法使い同士の友情が感じられますよ。アリスらしい感じが出ていていいよね。ちなみに原作ではパチュリーとアリスはそこまで仲は良さげではそしてレリックアリスのラストワードはグランギニョルザの怪人カーテンコール。終局に至りつつあるアリスマーガトロイドのラストワード。思い出を込めたレイム人形、マリサ人形、パチュリー人形、モコウ人形、メディスン人形、ユーカ人形、ヒナ人形、ナルミ人形の8体が一斉に連携を組んでグランギニョルザの怪人の弾幕を使うというものだ。グランギニョルザの怪人はアリスが東方エイヤ賞で使用するスペルカードですよ。元ネタは、フランスに実在した芝居小屋グランギニョール劇場と、
と、同じくフランスの小説オペラ座の怪人だな。そしてお人形はなぜこのメンバーなのかわかるかな？マリサ、パチュリーは先ほども言ったように魔法使い同士という縁があり、霊夢というかは旧作からの仲ですよね。その他はメディスンは彼女はもともと人形ということもあって、二次創作ではよく使われるカップリングのため、ひなも似たように、彼女は流しひなという人形を扱っているので二次創作カップリングが理由だからだな。なるみはお地蔵さんだけど、実は魔法使いの類なので組み込まれているぜ。藤原もこうは若干難しいよね。そう、もこうは蓬莱人と呼ばれる不老不死なんだ。そして彼女のスペルカードには蓬莱人形というものがあるんですよ。そしてみんなもよく知る上海人形の上位スペルに十祖、首吊り蓬莱人形というスペルカードが存在するんだ。そういうつながりで、このメンバーに入ってるんだ。なのでロスワのメインストーリーでもモコウとアリスを組ませていたのはそういうことなんだぜ。このような8人の大切なお人形を操って強力なラストワードを放つものとなっているんだ。友人との思い出を形にした素晴らしいスペルカードだぜ。ただストーリーがストーリーだけに許されるけど一歩間違えたらメンヘラの領域だけどね。その言葉はロストワードにしておけ。それでは次に紹介するのは、レリック藤原のモコウだぜ。まず彼女のスペルカード1の竹林迷わぬウサギとおとなしい狼を見ていこう。これは若干難しいですよね。確かに原作の書籍を読んでいないとわからない要素なんだよ。まず迷わぬウサギとは稲葉亭のことだな。稲葉亭は幸運の元ウサギという二つ名を持つ通り、とても運のいいウサギの妖怪なんだ。能力も人間を幸運にする程度の能力という能力で、亭を見つけた者は運気が上がるとされていますよ。彼女は迷いの竹林の長老であり、彼女はこの迷いの竹林を熟知していて、迷うことがなく進めることができるんだ。なぜモコウのスペルカードに稲葉亭が出てくるのかというと、モコウは迷いの竹林で住んでいるからそうなったんだろう。それにしても亭ちゃんさんが消滅したかもしれないからスペルカードに入ったと考えると、悲しみよりもちょっと面白みが勝つよね。幸運にも生き残ってる可能性がめちゃくちゃありそうだし、原作ではネタ枠なので消滅したかもしれないと考えると確かに面白い。あとよく見ると、若干艇の弾幕数が少ないように見えることからサボってる可能性が高い。笑った。確かに先に弾幕出してるけど、その後狼の方が多くなってきてる。容量のいいテイちゃんさんはモコウのスペルカードでもエスケープしちゃってるということですか？もう一度サボっていないか確認してみよう。完全にサボってるわ。そしておとなしい狼は今泉影郎で間違いないだろう。彼女も迷いの竹林に住んでいるから、モコウのスペルカードに入れられたんだろうね。しかし原作では一切関わったわけではないんですよね。彼女には草の根妖怪ネットワークがあるから二次創作でもあんまり使われることのないので、このスペルカードを完成させるために少し強引に引っ張ってきたことがわかるな。正直、影郎もなんで私がって驚いているでしょうね。さて、次の神演出スペルカードは竹林変装の薬売り。これは皆さんもわかるであろう。霊線を意識したスペルカードだな。霊線は師匠であるエイリンに頼まれて、人里で薬を販売しているんですよね。そうそう、書籍スズナーンでは、いつもの学生服とは違って昔ながらの旅人衣装を着ていたな。そんなこともあってスペルカード名は変装の薬売りとなっているぜ。そしてスペルカードの演出がめちゃくちゃかっこいいよね。モコウが噴火した後に霊線の守護霊が高速で打撃を加える演出になってますよね。これは実は原作のオマージュなんだよ。その原作のスペルカード名が、恐怖、バーニングヒブンバレット。映像を見るとわかるんだけど、演出はほぼ同じなんだぜ。モコウが力を貯めて噴火した後に、霊線が交代してルナティックガンを乱射するというコンビスペルカードだ。このスペルカードがオマージュされていたなんて全然知りませんでしたよ。ロスワさんらしい忠実な原作オマージュだよな。まさにパチュリーの言うオリジナリティを尊重し、そこに付加価値を加えるという感じですね。これは面白い裏設定ですよ。そういえば、霊線とモコウって仲がいいの？なんとも言えない感じかな。ただモコウは霊線のことを霊線ちゃんと呼んでいて、かなり慕っている感じがありますね。しかし霊線側から見ると主人であるかぐやの宿敵ともあって、ちょっと警戒している様子はありますよ。なるほど、まあ仲は悪い感じではないという感じだな。一番コメントしづらい関係性だった。最近はかぐやの仲の良さが書かれているので仲良くなってるかも。後でロスワのスペルカード説明を確認したら半ば強引に友達設定にしてたわ。それは笑った。さて、そして一番気になるであろうレリックモコウのラストワード。蓬莱人形の長い肝試し。レリックキャラの演出でも一番イケてると言ってもいいですよ。かっこいいというかイケてるっていうのが正解だよな。まずモコウがメラメラと燃え上がる炎と登場してその脇にモコウの彼女とも言える、蓬莱山かぐやと上白沢慶音の影が映るというファンの心をわしづかみにする演出。これはセンスの塊ですよ。その後は、かぐやを表したウサギと上白沢慶音のモデルである幼獣の白卓が弾幕を放つというものになっているな。また曲との相性も抜群で心が熱くなってくるんですよ。そうなんだよな。切なさとかっこよさを兼ね備えたモコウらしい演出でめちゃくちゃいいよね。これはテルモコ慶音が好きなファンが激アツだぜ。ちなみに皆さんはテルモコでモコウのツンデレしちゃう可愛い感じか、モコ慶音でイケメンモコウになるのとどっちが好きですか？
私はモコニとの漫才もこうが好きです。いやマイナーすぎにも程があるでしょ。それでは次に紹介するのは、レリックコメージ悟りのバトル演出を紹介していくぜ。スリッパでボコボコにするんでしょうか？まずスペルカード1の地雷伝かすかな火炎病の記憶を見ていこう。これはわかりやすいよね。もちろんチェンだぜ。いや全然違うけど、これは悟りのペットの一人である火炎病リンを意識したスペルカードだな。コメージ悟りのペットの一匹で妖怪貨車でもあるぜ。みんなからはオリンと呼ばれていて、地雷伝の異変を知らせてくれたんだ。灼熱地獄跡での運用の管理や死体運びを任されていますよ。陽気で人懐っこい性格をしていて、やあお姉さんみたいに主人公たちにも気さくに話しかけてくるぜ。神主曰く、ポップなダークを意識してこうなったようですよ。そんなオリンとのスペルカードはハートが散りばめられていておしゃれなスペルカード。オリンの守護霊らしき猫が威圧しているのもいいよね。スペルカードの説明によると、地雷伝の炎の猫を想起する弾幕、灼熱地獄跡の燃料調達や、悟りの助手として働いていた貨車である。貨車という妖怪は、必ずしも猫の姿とは限らない。しかし火炎病という名前は確実に猫であることを示しており、猫の妖怪として飛車を同定している要素である。悟りがつけてあげた名前なのだろうか。とのことで、火炎病輪の名付け親は悟りなのではと予想されているな。もしそうなら、ペットというより家族に近い感じがありますよ。そして次のスペルカードに、地雷伝わずかな地獄境の記憶は、オリンに続いて同じ悟りのペットの一人である霊氏打つほとの共同弾幕だな。霊氏打つほは親友のオリンと同じくコメージ悟りのペットでオクーで親しまれていますよ。オクーも悟りを慕う一人で、そのためオリンとも仲がいいんだ。悟りを慕う者同士だから仲がいいなんて素敵です。スペルカード演出は爆発的にハートを散りばめられた弾幕となっていて、オクーの核融合を生かした弾幕と織り交ぜたようなものになってあるぜ。またこのスペルカードがめちゃくちゃ強いんですよね。悟りのブレイク力の象徴でもあるスペルカードで、前回の日替わりレリックランキングでも言ったようにお世話になった人も多いだろう。そしてラストワードはエゴと井戸の再開口。演出は祈るような悟りに無意識に妹のコメージ小石が出てきて重なり合うという胸熱な演出となっているぜ。近づいてきているような演出になっているけど、小石がいるのが見えたというのが正解かもしれない。それは一体どういうこと？悟りの能力の心を読む程度の能力は無意識を操る小石に対して読めないんだ。そのためどこに行ったのかわからないことがあるんだけど、この演出の時は悟りのサードアイが小石の目線と重なり合っていて、見つけ出した瞬間なのではと思われるな。それはなかなかエモい考察ですよ。あとラストワードの名前がエゴと井戸の再開口となっているけど、この井戸とは第三者という意味であり、人の心の中にありながら、自分の思い通りにならない存在、意志によるコントロールができない心の領域のこと。そしてエゴとは日本語では、自我のこと。エゴは快楽原理によってのみ行動したとすると、たちまち命が危うくなる。例えば、美味しいものを取るために火の中でさえ手を入れてしまうかもしれない。そのために井戸をコントロールする心の領域が発達する。これがエゴというものなんだよ。つまり、意識と無意識ということね。そう、なので悟りと小石のことを指しているのではと思われるぜ。最後にスペルカード説明によると、妹のことを想起する弾幕、コメージ悟りの妹への思いは、余人が語り尽くせるものではない。また、妹からコメージ悟りへの思いもまた、推し量ることができない。しかし彼女のラストワードが妹の記憶である以上、彼女の本質はそこにあるということになる。心を読める妖怪が夢見る、心を読めない妹との物語は、ここで完結するのだろう。とのことで、やはり私の考察通り悟りは小石を意識できたということになるのではと思われるな。そうなると、小石はロストワードでも生きていた可能性もある。これはなかなか難しい内容ですよ。レリック小石が登場した時に答えが出てきそうだな。これからのレリックの登場にも期待だぜ。さてラストに紹介するのは、もちろんこのお方のバトル演出、レリックレミリアの演出を考察していくぜ。ラストはやっぱりこのカリスマ幼女吸血鬼ですよ。まずスペルカード1のコウマ缶虹色の門番と照射な従者。これは皆さんもわかるだろう。レミリアの従者である本命輪といざよい昨夜のことだな。命輪は虹の弾幕を扱うので虹色の門番で、昨夜は2つ名の完璧で照射から引っ張ってきていますね。まずレミリアが槍ぐんぐにルムスペルヘイムを頭の額に当てて祈りと記憶をシンクロさせることで、使い魔を召喚しているような演出になっているよね。弾幕は昨夜のナイフと命輪の弾幕が合わさったようなものになっているのもグッドポイントですよ。ちなみによく見るとこの時にレミリアが懐かしき楽しい夜の思い出を思い出したのか、笑っているんだ。そんな演出せこいわ。泣いてまうやろ。そしてスペルカード2の名前はコウマ缶精霊魔術師と小さな使い魔。これはパチュリーと小悪魔を意識したスペルカードですね。そう、炎のスペルカードがパチュリーの弾幕で、玉弾を放っているのは小悪魔の方だな。小悪魔は原作で玉弾を放っていましたからね。ちなみになぜかこのスペルカードでは特に笑っていないんだ。一体どういうこと？もしかして絶交してた？いやそんなわけあるか。なんでかはよくわからないんだよな。もしかしたら、ス
ペルカード1の演出を見るとメイリンと思われる使い魔がレミリアに近づいたと時にクスッと笑っているから、陽気なメイリンが何かレミリアにしていたのかもな。これについて何か分かった人はぜひコメントで教えてくれ。そして最後はラストワード、スカーレット・シスターズ。妹のフランドールを意識したスペルカードですね。槍の先に力を溜め込んで、放つ瞬間にフランドールの姿が見えるという非常にかっこいいものになっているな。スペルカード説明によると、あまりの情報量の多さに、妹の影が一時的に浮かんで見えるが、一時の幻であるとされているんだ。うまいこと他のキャラには幻が見えないことの言い訳を作ってやはりそれだけフランドールに思いを寄せていたことになるな。スカーレット姉妹による胸熱な演出でめちゃくちゃかっこいい。しかしちょっと惜しいところがあるよね。レリックいざよい昨夜ですね。そう、このレミリアの二つ長指先の赤い熱であり、デザインも昨夜との関係を意識していて、昨夜のラストワードもレミリアのことを思ったラストワードにもかかわらず、妹の方を採用してしまっているんだ。まあ、演出を作るために仕方なかったところではありますよ。ここがどうも気になるところなんだよな。かっこよさ、演出、曲は間違いなく完璧だけどね。ちなみに、かなり時間も経ったのでネタバレしちゃうとこのレミリアの持っているグングニルムスペルヘイムはコウマ感そのもののようだ。あれコウマ感だったの。めちゃくちゃ面白い裏設定ですね。だから形状としては、門があってコウマ感の深夜の鐘を鳴らす時計が書かれているんだ。だから時計の針みたいなものが書かれていたんだ。あと槍というとやはりあれが思いつくよな。やっぱりあの要素もありますか。エヴァンゲリオン。おそらく、エヴァンゲリオンの最強武器であるロンギヌスの槍とそれと対となるカシウスの槍が合体したような形状と似ているんだ。確かにそう言われてみると、またはエヴァンゲリオン最後のキーアイテムガイウスの槍を意識しているのかもな。こっちの方が似ているかもです。設定的にもこっちが正しいかもしれないね。ロンギヌス、カシウスに次ぐ3本目の槍として登場し、2本が神によって残されたものに対してガイウスの槍は人間の意志と知恵によって作り出されたんだ。ガイウスの槍の力によって、シンジは、エヴァ世界から消し去り上書きするネオンジェネシスを実行して、エヴァという物語を終局に導いたのですよね。となると、ロストワードを終わらせて、新しい世界を上書きするという意味があるんじゃないかって思うんだよ。ロスワはエヴァンゲリオン要素が結構ありますもんね。そう、ベニマリサのストーリーでは完全にエヴァンゲリオンだったしな。この要素が使われている可能性があるだろう。さて、今回の授業はここまでだぜ。ロスワの素晴らしいこだわりが見えて、さらにレリックキャラクターのことが好きになりましたよ。非常にかっこいい演出のことを理解するとさらに好きになれるもんな。ただ内容が難しかったから疲れた人もいると思うので東方耳かき屋でキャラクターたちに癒されていくといいぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。